どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこの粗大ごみを解体していきます。昨年この部屋に引っ越してきて、前の部屋から持ってきたもののこの部屋ではね使わなくなった細々したものが結構いろいろありまして、これらをね粗大ごみでいつか出さなきゃなと思いながらもバルコニーにずっと置きっぱなしにしてたんですけども、ちょっとねバルコニーを一時的に整理しなきゃいけない事情がありまして、でどうしようかなと思っていたところ、このね粗大ごみ30センチ以内のサイズにすれば全部ね可燃ごみか不燃ごみで出せるじゃんということで、今更ですが電動のこぎりを購入しました。で今日はこれを使って粗大ごみをひたすら解体というかね分割していきます。で購入したのはこちら高木の電動のこぎりで、刃が3枚入っていて木材用、塩化ビニール用、あと鉄鋼用ということで、木材だけじゃなくてプラスチックとかちょっとした鉄まで切れちゃうらしいです。でこれでね解体していきます。あとね振動を抑えるこういったグローブも購入してみました。ゴーグルも購入したのでそれをねちゃんとつけて作業していきたいと思います。今回購入したものは全て概要欄にリンクも貼っときます。ということで早速これら解体していきましょう。こたつはね危ないのでお部屋でお留守番です。さあでは始めていきましょう。まず電動のこぎりの準備から始めましょう。今これまだ刃がついていないんですが、ここのダイヤルを向こうにやりながら刃を刺すと刃が固定できるらしいです。こういうの使ったことがないからね結構ちょっとドキドキしますけども、はい、まずはね木の板から切っていきたいんで、こちらの木工用のノコギリ刃、こちらを取り付けていきます。はい、ダイヤルを押し込んで刃を差し込んでダイヤルを戻す。もう簡単、これだけでロックできましたね。でこの緑のトリガーを押し込むと動く。今ちょっと電源ケーブルつないでないので動かないですけど、押し込むと動く。でこの押し込み切ってから緑のボタンを押すとロックがかかるらしいです。今ロックかかってます。ロックかかってると手離してももうずっとノコギリ刃が動いてる状態。ちょっと怖いけどね。軽くもう一回トリガーを押すと戻ります。こういった仕組みですね。まあでもこう自分で加減しながらやった方が安全そうな気がするな。とりあえず作業台を一旦作りましょうか。この間に置いて切っていこう。で30センチの定規になるような板を1枚用意したいなと思ってます。何でもいいんだけどね、とりあえずこれでいいかな。この板を30センチ弱ぐらいに一旦切って、で他の板を切る時にこれを30センチに切った板をガイドにして切っていこうと思います。30センチ以上になると粗大ごみで持ってってもらえないんで、一旦ちょっと29センチぐらいにしましょうかね。最初だけ定規で測ります。29センチで、はい、ここ切ります。まずはねガイドを切ります。さてじゃあ電気のこぎり登場です。これを押すと結構しっかり動きますね。これは本当ゆっくりだとこれ最高に押し込むとこれぐらいなスピードで切れるみたいです。しっかりやっぱここグリップしないとダメだね。さあ1投目いきます。あっという間に切れた。めちゃめちゃスピーディー。もうボロボロだけどとりあえずこれはガイドになりさえすればいいので、はい、29センチの長さの板切れました。じゃあどんどん解体していきます。はい、板が一通り切り終わりまし
た所要時間どうだろう、20分もかからないぐらいでどうにかね切ることができました。割とスピーディーに切れました。で続いてはねこちら行こうと思います。こたつのトイレトレですね。こたつのトイレトレだけでなんでこんなにあるかっていうとね、もう全部これこたつがかじってこれをね開けちゃうんですよね。開けてトイレシートを引っ張り出せちゃったので、とりあえずこたつにはこれは向かないなというトイレトレイが何種類もありまして、もう使い道がなくなってしまったので、これもね結構一枚一枚サイズが割と一番ちっちゃいやつレギュラーサイズでもこれぐらい大きいんで30センチ以上あって、粗大ごみで400円とかなのかなかかってしまうので、結構サイズが大きいのでこれもね全部分割します。電動のこぎりの刃をプラスチック切断用に変えてこちら切断していきます。結構枚数があったんで大変だったんですけど、どうにかこたつのトイレトレイも一通り分割できました。分割したら結構すごい数になりますね。でちょっとここまでやって思ったんですけど、やっぱりねこのグローブめちゃめちゃ重要ですね。ちょっとあと今外したけど、このゴーグルとグローブ絶対あった方がいいですね。まずグローブはこれ振動が手にあまり来ないようにする球振っていうのかな、耐震球振グローブってやつでショックをね和らげてくれるんですけど、これがあることでもう手の疲れが格段に違います。あとグローブやっぱりねいろいろ木の粉とか破片とかそういうのが飛んできたりするんで、目は保護しておいた方がいいと思います。なので簡易でもいいのでこうゴーグルとあとこの球振グローブ、これはねあった方が絶対いいと思いました。最後にこちらのスチールのパネル、これなんていうのかな、突っ張りラックみたいなやつでこれを切断していきます。スチールなんて手強そうですけど、ちょっとこれもね一応スチール用の刃があるのでやってみます。いけんのかな、やってみます。音すごいけど割と簡単に切れる。あとはこれを切ればいいかな。切れました。はい、そういったわけで今日は粗大ごみをひたすら分割する様子をお届けしました。思ったよりね簡単に切れたので、もっと早く使えばよかったなって思いました。でもねこれがあればねこれから出る粗大ごみも小さくこのようにね切り刻んで普通のゴミで出せそうなので、これからねもっと電動のこぎり活用していこうと思います。はい、今日の動画は以上です。ひたすら作業動画だったんで面白みがそんななかったかもしれないんですけども、もしこの動画が何かしら参考になったと思った方はぜひグッドボタンもいただけたら嬉しいです。このチャンネルではこういった暮らしに役立つ情報なんかもねいろいろ紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。